こんにちは、こんばんは。ココアットチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。久しぶりに偉人の名言動画を作ってみようと思いました。もうココアットチャンネルをして間もない頃にヘレン・ケラーの名言動画をお伝えしたと思うんですけれども、今日はファッション業界では今でもカリスマ、生誕135周年を迎えたココ・シャネルの名言の中で、私の心にずっと残っている名言を皆さんにもご紹介したいと思います。ココ・シャネルの名言、一つ目は、流行とは時代遅れになるものよ。流行とは時代遅れになるものよ。なんかこれは私が男性から女性に変わった頃にファッションのことで悩んでる時に、流行って何なんだろうって、もっと流行のものを身につけないといけないんじゃないかって、そんなことで流行に振り回されてた時に、流行ってどんどん時代遅れになるんだって、なんか流行を追うんじゃなくて、何か自分が一番似合う定番みたいなものを見つければいいんだって、自分の長所を生かして欠点をカモフラージュしてくれる、そんな服を探せばいいんだって、私がファッションのことで悩んでる時にこの名言がすごい心に響いて、今でも大切にしています。ココ・シャネルの名言2つ目は、私は好きなことしかしない。私は自分の人生を自分が好きなことだけで切り開いてきたの。これは私が仕事をしていく上で、作品を作ることにおいて今でも本当に心に残っている名言です。好きなことを仕事にするっていうのはいいことばかりじゃなくて、本当に壁にぶつかることもあれば、なんか理想と現実の狭間で苦しむことってあると思うんです。でもその中でやっぱり自分が好きなことをやるって決めて、それを貫き通すことで道を切り開いていくしかないんじゃないかなって、私の中で何か壁にぶつかった時とか何かに悩んだ時にこの名言を思い出すようにしています。私は好きなことしかしない。私は自分の人生を自分が好きなことだけで切り開いてきたの。なんかこの言葉を聞くと今でも元気になります。ココ・シャネルの名言3つ目は、失敗しなくちゃ成功はないわよ。失敗しなくちゃ成功はないわよ。この言葉はよく出てくる言葉なんですけれども、作品を書いてて失敗してもうどうしようもなくなることがあるんですね。私は本当に日々の生活って作品に左右されることがあって、作品がうまくいかない日っていうのは本当に気持ちが落ち込んだりイライラしたりするんですけれども、本当に生まれかけの作品がダメになることって本当にショックなんですね。もうこの先何も生み出せないんじゃないかなって、本当はそういうことないんだけども、作品がダメになった時ってもう全てがダメになったような、そんな落ち込みがあるんですけれども、失敗がなかったら次の成功はないんだと思ったら次に進めるんですね。この失敗は次に生かせばいいんだって、そうすることでこの失敗は失敗にならないんだって、そんな風に私になんか教えてくれてるような、そんな名言で作品を書くときにとても大切にしています。ココ・シャネルの名言4つ目は、美しさは女性の武器であり、装いは知恵であり、謙虚さはエレガントである。美しさは女性の武器であり、装いは知恵であり、謙虚さはエレガントである。この言葉は、美しさって何なのかな、知性って何なのかな、エレガントって何なのかなって、常になんか自分に問いかけてるような、そんな名言なんですね。女性の武器って書いてるんですけれども、女性男性に限らず、この人美しいなっていう人っていうのはやっぱり知性があったりとか、上品な感じがあったりとか、エレガントがあったりとか、そういうことだと思うんですけれども、人の美しさって何なのかなって、エレガントとはどういうことなのかなって、知恵とか知性ってどういうことなのかなって、なんかそういうことをなんか感じさせてくれるような、いつも考えをくれるような、なんか考えさせられるような、そんな名言でたまに思い出します。ココ・シャネルの美しさは女性の武器であり、装いは知恵であり、謙虚さはエレガントである。なんかいろんなことが詰まった哲学的な言葉だなっていつも思っています。ココ・シャネルの名言5つ目は、私は流れに逆らって泳ぐことで強くなったの。私は流れに逆らって泳ぐことで強くなったの。
この言葉は、私みたいな絵を描く仕事をしてたら本当に孤独になることってあるんですね。自分のオリジナリティを追求するということはなかなか理解されないこともあるじゃないですか。何もないところから何かを生み出すから、それは当然なんですけれども、みんなに理解されない、万人受けは元からしないって分かってやってるんですけれども、今世の中が求めてることと全く逆らったことをしてるのかなって、時代と全然そぐわないことをしてるんじゃないかなって、こういうデジタルな世の中においてこういうアナログっていうのは大丈夫なのかなって、なんか作品に行き詰まったりとかうまくいかなくなった時になんかちょっと悩んだりするんですけど、そういう時にこの言葉を思い出すようにしています。なんか人に理解されるように誰かにこびるよりも、逆らってでも自分を貫き通す、自分の世界を作る、そのことで強くなっていかないといけないんだなって、そういうことを考えさせられるような、そんな名言です。ココシャネルの名言6つ目は、人生がわかるのは逆境の時よ。人生がわかるのは逆境の時よ。これは私はリアルに体験したことがあって、私は数年間絵の活動を休んだことがあって、本当にそれまでは初めて個展をしてから大きなギャラリーにスカウトされて、何の苦労もなく絵だけで生活ができてきたんですね。自分が頑張ったり何か売り込んだり努力したりしなくても、それができてきたことに、それがなんか普通になってしまって、それがいかにありがたいことなのか、そういうことってあまり見えてなかった時期があるんですね。それが一回休んで新たに活動を始める時って、自分が本当に大変な厳しい世界にいたんだなって、本当に逆境を感じたんですね。その時に今までの人生のこととか、絵の世界で生活できてきたことがどれだけありがたいことなのか、絵が自分にとってどれだけ大事なのか、そういうことが分かった気がしたんですね。だから逆境の時って人の本心とか優しさとかずるさとか、そういうことも分かるし、自分の本当の心にも気づけるし、いろんなことに気づかされる。それまで自分がどんなに恵まれてたのか、どういうことが好きなのか、何が嫌いなのか、自分のいろんなことが分かるのが逆境の時だなって、それをものすごい感じたんですね。逆境の時っていろんなことがわかるんだなって、そういうことを感じさせてくれた大切な言葉です。ココシャネルの名言7つ目は、翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。この言葉は、私が男性から女性に変わった時に、挫折しそうになった時に本当に何度も出てきました。本当は女性なのに男性として生まれてしまった。そして本来の自分の姿を取り戻すためにいろいろな努力をした時に、本当に苦しいなって、悔しいなって、もうダメかもって思った時に、翼を持たずに生まれてきたのなら、そのためにはどんな障害も乗り越えなさいって、なんかこの言葉に背中を押されたり励まされたり、本当に私にとったら大切な言葉です。翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。ココシャネルの名言8つ目は、女は40を過ぎて初めて面白くなる。女は40を過ぎて初めて面白くなる。これは女性男性に限らずそうだなって思います。30代の頃って本当にただ目の前の仕事をやみくもにして、自分の愚かさとか自分の未熟さとか、そういうことに気づかずに自分は大人だって、なんか世の中を分かったようなふりしてて、それでもまだまだ世の中のこと分かってないんですけれども、本当に面白くなるのは40代、もしかしたら50代、もしかしたら60代。人生って自分の志次第でどんどん面白くなるなって、年齢を重ねることって悪いことばかりじゃないなって、そんなことを感じさせてくれた名言です。ココシャネルの女は40を過ぎて初めて面白くなる。これをちょっと変えて、人は40を過ぎて初めて面白くなる。そんな風に捉えています。ココシャネル9つ目の名言は、最も勇敢な行為は自分で考え続けること。そして
声に出すこと。この言葉をいろんな意味で捉えることができると思います。自分で本当に考えてそれを声に出すと、その思いに共感してくれる人がいるんだなっていうのは、この YouTube を始めて特に感じるようになりました。自分の思いを分かってくれる人がいる。それだけでもなんか活動を続けていく力になるし、なんか励みになるし、それをいつも感じています。だから私はこれからもこのココアートチャンネルでいろんなことを声に出していこうと思っています。ココシャネルの名言、最後の10個目は、美しさはあなたがあなたらしくいると決めた時に始まる。美しさはあなたがあなたらしくいると決めた時に始まる。これは本当に私は痛いほど身に染みています。私が男性の養子だった頃っていうのは、本当に自分が自分じゃありませんでした。なのであの頃の私は今の自分からすると本当に暗くてどうしようもない自分だったんだなって、今ではそれも全部丸ごと受け入れてるんですけれども、あの時の自分がいたから今の私がいるって思ってるんですけれども、本当の自分らしさって何なのかなって皆さんは考えたことありますか？自分らしさとは何なのかなって。そしてその自分らしさを見つけた時に、私はこれでいくって、私は私でいいんだって、私は私らしくしていればいいんだって、無理に違う自分にならなくていいんだって、自分らしくいればいいんだって、そのことに気づいて自分らしく生きていくって決めた瞬間に、人って美しく輝けるんじゃないかなって、何か未来に向かってキラキラするんじゃないかなって、そんな風に感じます。偉人の名言の中には共通するものもたくさんあって、本当に心に響くものとか自分に置き換えれるものってたくさんあると思うんですね。ココシャネルの名言の中でまだまだ本当に素晴らしいものたくさんあるんですけれども、今日挙げた10個は特に私の中にずっと残り続けて、時折私の背中を押してくれる、そんな名言です。10個の名言、皆さんはどんな風に捉えましたでしょうか？またこんな感じで偉人の名言動画も時々作っていきたいなって思います。50代、60代、70代になってシャネルのスーツが似合うような、そういう女性になりたいなと、そんな風に思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像はココアートチャンネル、上の赤い席はメインチャンネルです。おすすめ動画もよかったらご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。